こんにちは、東京ベジライフです。今日は日本からでも買えるビーガンシューズブランドをご紹介します。ビーガンというと動物性食品を食べないというのは想像できるのですが、他にも日々使うものとして動物性製品やアニマルテスティングなど動物が犠牲になっている製品を使わないようにするという一面もあります。靴に関して言うと革やファーなどが使われていない製品ということになります。私は冬になるとよく履いているブーツと仕事でスーツなどを着るときに履くローファーが両方とも革のものだったので、今回新しくビーガンシューズを買うことにしました。ビーガンになってビーガンになる前から使っている革製品などをどうするかについては、そのまま使うという方も結構多いかと思います。で、私が今回ビーガン製品に買い替えようと思った理由については動画の最後でお話しできればと思います。ビーガンの靴というと、普通のスニーカーとか人工革の靴とかはビーガンなので日本で見つけることは難しくはないです。普通のシューズブランドで革靴の他に、ビーガンコレクションといって人工革の靴を扱っている場合もあります。ただ私の場合は革を使わない主義のシューズブランドの製品が欲しいと思ったので、日本でも買えるブランドの製品を探し始めました。いろいろリサーチをして店舗で売っているブランドっていうのは発見できなかったんですけれども、通販でブラジル発のアヒムサというブランドを見つけることができました。アヒムサというのはヨガの教えの一つで非暴力を意味する言葉なので、ヨギニーの私としてはネーミングでまずちょっと運命を感じてしまったのですが、それよりもデザインがいいなと思って、余計なものがついていなくてシンプルでスタイリッシュですよね。このブランドのすごいところは全てビーガン自社工場で製造しているというところです。普通のビーガンブランドだと製造は外注になるので、ビーガンシューズを作っているその横では普通に他のブランド用の革靴を作っていたりするのですが、アヒムサは小規模ながら自社工場で職人さんが一足ずつ手作りしているところがビーガンだけではなくてエシカルの観点からもいいかなと思いました。このブランドはどの国に向けても配送してくれて、通常配送であれば商品の代金に送料が含まれているので送料を気にする必要がありません。その他に$30プラスで支払えば速達で送ってくれるのと、関税が前払いでその$30の中に含まれるので、到着してから完全に何千円払うことになったということもなく安心して注文できます。私もこの$30プラスの配送方法でブーツとフラットシューズの2足を注文しました。対応はすごく早くて、ネットで注文して次の日には発送しましたというメールが来て、発送から6日で到着しました。箱の中にはサンキューレターとシューバッグが入っています。サイズ感としては私は普段 23.5 から24センチの靴を履いていて、今回は US サイズの7を注文しました。ブーツは靴下を履いてぴったりで、フラットシューズの方はストッキングや裸足で履くのでちょっと大きかったのですが、ブーツについていたエキストラの中敷きを入れたらちょうどよくなりました。特にフラットシューズの方は素材が柔らかくて履き心地がすごくいいです。ブーツもしっかりした作りで、これから冬にかなり活躍してくれそうです。どちらもすごく気に入ったので、また夏になったら今度はサンダルを注文したいなと思います。さて、今回靴をビーガンに買い替えようと思ったきっかけですが、ドミニオンという映画になります。副産業の裏側に関するドキュメンタリー映画で、ご興味のある方は詳細にリンクを貼ってあるので、ご覧いただければと思うんですけれども、畜産と聞いて想像する牛、鶏、豚などだけではなく、ミンク、羊、猿、犬など本当に様々な動物に関するドキュメンタリー映画となっています。この間私の友人がビーガンの嫌なところは、動物の残酷な写真とか映像とかをやたらと見せたがるところっていうふうに言っていたんですけれども、私もひどいのは分かってるよっていう感じで、そういうドキュメンタリー映画とかをあえて見ずに来たっていうところがありました。
ただやっぱりこうしてビーガンを語っている以上はちゃんと現実を見つめなきゃいけないと思って、今回そのドミニオンという映画を見ることにしました。やっぱりかなり見るのは難しかったです。で、最初から最後まで本当にもう涙が止まらなくて、何回か途中に休憩を入れたりしながら、最後までなんとか見ることができました。それでまず気づいたのが、食べるためだけじゃないんですよね、動物の生産って。靴のために皮を剥がれたり、ジャケットのために羽毛をむしり取られたり、ペットショップに売られるために、子供を産まされたりとか、革製品とかって考えてみると本当にたくさん持っていて、普通に使っているので、どうやってカバンになったのかとか、財布とか靴になったのかっていうのはあまり考えたことがなかったというか、想像したことがなかったんですね。でも普通に少し想像力を働かせれば分かることで、ドミニオンはオーストラリアの畜産業者に潜入したドキュメンタリー映画なんですけれども、日本はそんなひどいことしてないでしょっていうのは簡単なんですが、最終的には程度の問題で、ペットの犬が末期がんになってしまって薬で安楽死させるっていうことがあると思うんですけれども、普通にその毎日生産されているお肉の量を考えれば、一頭一頭に対してそういった安楽死みたいな方法が取られているっていうことはありえないので、やはりどの動物でも一頭一頭が大なり小なりの苦しみを味わいながら、殺されているっていう状況があると思います。ドミニオンを見る前は、今持っている革製品とかももう失われてしまった命なので、ちゃんと使ってあげないとその死が無駄になってしまうっていうふうに思っていたんですけれども、映画を見てちょっと考え方が変わりました。特に外で身につけるものに関しては、そのブランドを支持しているか、少なくとも受け入れているっていう意思表示になると思うんですね。で、私が冬になるとよく履いていたブーツは、誰が見てもあのブランドのものだって分かる、いわゆるシップスキンのブーツだったんですけれども、私はもうそのブランドを支持していないですし、受け入れてもいないので、外で履くことによって人の目に触れて、そのマーケティング効果というか、そういうものに寄与したくないなと思ったのがきっかけです。それで新しくビーガンシューズを買おうと思ったんですけれども、じゃあ今ある靴はどうするのかっていうと、まだちょっとそこは、決めかねていて、そのまま捨てることはできないですし、どうしようかなと思っている状況です。少し長くなってしまいましたが、それが私は今回ビーガンシューズを買おうと思った理由でした。他にも食品以外のビーガンブランドの製品を購入したらレビュー動画を作りたいと思います。では、See you next time!